はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は年末までの大まかな流れと気をつけることを見ていきたいと思います。やはり年末までもうあと3ヶ月を切ったので、こんな風に何に気をつけておくのかとか、こういう流れがあるんだって分かるだけでちょっと安心して頑張れますもんね。はい、それからカペラノートをご予約してくださった皆さん本当にありがとうございました。こちら10月14日までの申し込みとなっております。で、発送は11月末か12月の頭になります。で、もし手帳はいらないんだけど星の情報だけ知りたいという方はまた11月末ぐらいに PDF 販売もしますので、そちらもよろしくお願いします。で、カード払いしかできないんですかっていうお問い合わせもたくさんあったんですが、全部できるようになっています。コンビニ払いも後払いも銀行振込もキャッシュ決済もできるようになってますので、またご検討ください。では早速いきましょう。3ヶ月12月末までですね、お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドエース逆、ワンド7、カップ3、タワー逆、前も出ましたね、確かこれね。ワンド9、太陽逆、そして死神逆です。気をつけることや対策が、はい、カップエース逆とワールドの逆とオラクルは、はい、ソードの6です。もう応援されてるって感じですね、これは。はい、ちょっと見ていきますが、前回9月の10月の頭のね動画だったかな、タワーの逆が出てて何かがリセットされたのかなっていう感じがあったんですけれども、やはりまたこれ出てますね。なのでもし本当そうなんですよ、何かリセットしたんですとかやめたんですとか壊れたんですとかもう変更したんですっていう方はそれで良かったんですねっていう感じがします。そして何にもないですよっていう方は何か自分の中で一つ決め事をしていただくとすごくいい流れになるのかなと思います。はい、決めました、はい、やめましたとか、何でも自分の中のマイルールできますよね。それね、絶対朝これするのやめますとかでもいいしね、携帯見るの30分やめますとかでもいいし、なんかそんなことで決めていただく方がすっきりとね流れていくんだなっていう感じがします。とても強いカードがたくさん出ているので、年末までの動きすごく重要というか豊かなんだなって感じがしますよ。まずですね、ご自身でもやはり、星で見るとこの10月っていうのはもちろんパートナーシップも大事です、全体的には大事なんですけど、人とのつながりっていうのはすごく豊かで、特にいて座の皆さんにとっては他者との関係、1対1だけじゃなくてグループとか団体とか所属してる先とか、そういう多くの人たち、コミュニティもそうですし、その人たちと関わるきっかけがあるよっていうふうに出てるんですね、10月は。これはこの10月にご自身が少し目を向けたこと、いろんなコミュニティだったり新しいチームだったり、なんかちょっと未来の期待、こうなりたいなって思うその新しい期待に対して宇宙が動き始めるよっていうことで流れが出てくるので、ぜひこの時はちょっと開かれた目でいろんなものを見てみてくださいね。閉じた感覚で過ごすっていうよりも、自分から心を開く、ハートを開いて可能性を見るっていう形で過ごしていただくとすごくいいと思います。今はまだね、もしかしたら何かを終えたところとか区切りをつけたところだから、そんなすぐに見えませんという方もいらっしゃるかもしれないですけど、でもそれでもいいんです。10月全体を通してなので、10月はまだね準備期間っていう感じでもあります。自分の中でまだ準備ができてないんだっていう感覚でいるかもしれないし、もっとこうしなきゃいけないとか、何かを準備しなければいけないみたいな感覚があるかもしれませんね、10月は。でもそういうふうに思うからこそ何かを頑張れる、自分のために努力できる、統合していけるっていうエネルギーもありますので、これは必ずプラスに働きますね。そして11月っていうのは、11月1日がまた新月でね、流れ変わってきますが、手座の皆さんにとってはね、火星というバイタリティがもっと自分を遠い世界に押し出してくれる、その応援が来るよっていう感じもするので、11月非常に明るいですね。何かすごく楽しいことがあるとか、楽しみなことがあるとか、環境的に豊かな感じです。わちゃわちゃしてるっていうような感じではなくて、本当に明るい、この太陽が出てるように楽しいんだとか明るいんだとか元気なんだとか、なんか期待があるっていう感じですね、これは。
逆位置ですけれども嬉しいです。これは十分に嬉しい。なのでなんかおそらく11月の時点でもう来年はこうするんだっていうのがもうはっきりと自分の中で計画を立てていたりとか、やりたいことは来年できるんだみたいな、そういう期待がもう11月あるのかもしれませんね。そのきっかけはもしかしたら10月から生まれてるかもしれませんけど、ご自身が明るい気持ちで過ごすのは11月の方が進んでるみたいな、自分が進歩してるとか進んでるとか成長してるっていう感覚が強く感じるんだと思います。外側の世界ではねいろいろ逆行が始まったりとかもいろいろありますが、いやでも動き始める感覚っていうのがおそらく11月強いんですね。そして12月、11月の末から12月っていう、お誕生日の季節ですよね。この季節にはいこうしますみたいな、はいっていうなんかこう太鼓判を押すみたいな、なんかそんな感じがありますね。もうここでまさに再生、これまでのやり方やめますみたいな、これまでの仕事のやり方もそうだし生き方もそうだし生活のやり方もそうだし、何かもう終えますっていうふうに出てるので、これはその壊れるとかいう意味ではなくて自分の意思で変えていくっていう感じがします。今はまだ流れ的にそうなったり想定外のことでちょっとなんかびっくりしたりとかして一つの区切りだったんだなって感じはしますけれども、なんかそのことを10月を踏まえてこう消化しながら自分の力にし学びにし、11月は明るい気持ちで過ごし、12月に再起するっていうのかな、もう決めましたこうしますみたいな、もう決まってるって感じがするのですごく強いです。そしてまだその新しい世界っていうのはまだ具体的には見えてない感じがするので、そんなに本当に大丈夫かなみたいな気持ちになる時もあるかもしれませんが、カードはね見えてなくたっていいんですよっていう感じですごく言われてる気がします。はっきりしてるから楽しいわけじゃないし、見えないからこそ未知の可能性があって楽しいし、その見えないからこそ自分の感覚や体感、感情とか体感とか感覚を喜ばせながら進んでいくことができるっていうふうに言われてるんですね。もし全部決まってたら自分が喜んでいようと悲しんでいようとそうするって決まってるって感じですけど、自分次第でまだ世界は変えれるよみたいな感じがあるんですね。そして何よりオラクル言われているのがちゃんと進んでいけるよっていうふうに言われていて、なおかつ後ろから誰かが押してくれているようなサポートしてくれているような感じがすごくあるので、なんか進んでいくんだなって感じがすごくしますね。そうね、ちょっとまた細かいね2週間ずつのリーディングっていうのはしていくので、ちょっと今回は大まかな流れということでお伝えしました。十分にご自身の今の気力や体力っていうのは維持できるし、なんかもっと頑張らないとみたいに思うかもしれませんが、十分維持できますっていうふうに言われているんですね。そしてそれなりに親しくしてる人たちもいるでしょうし、自分の立場を守りながらやっていけるなっていう感じなので、一番なんかこうガツンときたのがやっぱり9月の末から10月の頭の何か一つの転機だったんじゃないかなと思いますね。でそのことを本当消化していけるっていう感じで出ているので、11月にはもう完全にそれを力にしてるんだなっていう感じがしました。ということでちょっと違うカードを見てみますね。はい、一応気をつけることだからね、年末まで。12月はそのお誕生日の月がすごくいいんですけれども、表立ってっていう感じではなく、表立って動いてる方ももちろんいらっしゃると思うんですけどね、とにかくねサポートがすごいって感じがするんです。これもだしこれもだし、とにかくこれは見えない運勢なのか、何かこう誰かに守られてる応援されてる力なのか、これまでやってきた自分の培ってきた徳がすごく溜まってるのかわからないですけれども、何かすごくサポートされて守られてる中で自分もそれを自覚しながら進んでいくって感じがすごくするんです。はい、ちょっと見てみますね。気をつけること、テイザさん。はい。
暗いストーリーというカードが出ているので、もちろんネガティブなこととか心配事とかそういったことを思い描いたらいくらでも思い描けるし、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようもいくらでも思い描けるんですけども、それに注意してねっていうふうに言われてます。同じことがずっと起こるわけじゃないよっていうメッセージのような気がしました。ちょっとどうすればいいのかね、1枚見てみますね。なんかね、来年の話はまたおいおいっていう感じですけれども、でもやっぱり来年の前半に動かなきゃいけないって感じがすごくするんですね、いて座の皆さん。でその動くための下準備だったり前振りだったり、なんか土壌作りみたいなものがもう10月ぐらいから始まるよみたいな感じがするんです。なのでご自身では自覚されてないかもしれないし、今は自分のことで精一杯って思ってる、先が見えないと思うかもしれませんが、ちゃんと進んでるし、ちゃんと応援されてるし、なんか本当につながるみたいな感じがすごくするんですね。はい、どうしたらいいのかっていうヒーリング方法としてもつながるっていうカードが出ているので、やっぱり誰かとつながってください。人に会うとか、こちらからアプローチするとか、こう申し出をする、応募するとかね、何ですか、受けるとか、そういう新しい就職先とかそういうのも応募するとか、そういうのをどんどんしていってくださいね。それがすごくいい気がします。そしてそうすることでこの3ヶ月で得られることは何なんでしょうか。得られること、フローということでちゃんと流れていくよって優しいカードが出ましたね。優しく温かいカード、これも実は流れていくよっていうカードなんですが、ちょっと全然見え方は違うけど、どちらもフロー流れていくよって感じで言われているので、いい出会いもあると思いますよ。出会いは別に来年の前半も十分ありますけど、今年もまだまだ十分あるので楽しんでくださいね。ということで最後にもう1枚引いてみましょう。皆さんこれかな。はい、ハイヤーマインドということで、高い意識を持ってご自身の人生を信じて進んでいってくださいね。年末までね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。はい、ということでまたね、次10月後半のやつも用意しますのでよろしくお願いします。ということで年末一緒に頑張りましょうね。ありがとうございました。失礼します。